こんにちは、みすずです。今日は甘いキャベツがぎっしり詰まったキャベツの肉巻きをご紹介します。このメニュー焼いても美味しいですが、今回はあっさりヘルシーにフライパン蒸しでご紹介します。生姜、ニンニク、ネギを使ったタレをたっぷりかけるとどれだけでも食べられちゃいそうな美味しさですよ。ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。また詳しいレシピは後ほどブログに書きますので、概要欄にリンク貼っておきますね。そちらも見に来てくださると嬉しいです。材料はこちら。今回はキャベツを使用しますが、キャベツの代わりに人参を使ったり、キャベツと人参両方挟んでもらったり、えのきだけなどお好きなお野菜で作れますよ。またフライパン蒸しでご紹介しますが、蒸し器が好きな方は蒸し器でも OK ですし、我が家はレンジ加熱ほとんどしないんですが、レンジがお好きな方はレンジでチンでも作れますよ。今日の流れ3ステップ。今日はネギダレを作る、肉巻きを作る、そして蒸すという形になります。ネギダレは作ってすぐ食べるよりもしばらく置いておいてあげた方が味が馴染んで美味しくなるので、早めに作っておいてあげてください。では作り方です。では最初にネギダレを作りましょう。細ネギを2本小口切りにします。ニラやパクチーなどでも美味しいですよ。ここに玉ねぎも加えます。6分の1個ほどをみじん切りにしておきます。こちらに調味料を加えましょう。器に移してもらって、黒酢大さじ1杯とお醤油大さじ2杯、あとごま油を加えます。黒酢はほんのり甘みがあるので加えてますが、代わりにバルサミコ酢でもいいですし、ちゃんと甘いのがお好きな方はお砂糖を加えてください。ここにニンニク生姜をお好みで加えます。ニンニクは1/2片分、生姜もニンニクと同じぐらいの量を加えています。ザザッと混ぜて白ごまを加えましょう。このまま冷蔵庫に置いてしばらくなじませておきます。前日準備でも OK です。肉巻きを作りましょう。サワーキャベツを千切りにします。芯を取って端っこから切りましょう。スライサーでもいいですよ。このままだとキャベツがとっても元気なので、ボウルに移してちょっと塩を揉んでおきましょう。漬物じゃないので、そんなにたっぷりとお塩揉み込まなくても大丈夫です。一つまみ程度をザザッと全体に絡める感じにしてしばらく置きます。フライパンの準備もしましょう。オーブンシートを敷き込んでおきます。では肉巻きを作っていきます。豚ももの薄切りを今回使ってますが、お好みでバラなどでも OK です。1枚ずつ広げてお塩を振ります。ここにキャベツをこんもりと乗せてあげましょう。たっぷり乗せてあげた方が見た目も可愛らしいので、ちょっとこんもりするような感じで乗せてあげてください。これを端っこからくるくる巻いていきます。千切りのキャベツなんでポロポロこぼれますが、こぼれたやつはまた次のに入れていけばいいので、とりあえず横に避けておいて巻いていってください。残りも同様に作っていきます。豚肉を広げて塩を振ってキャベツをこんもりと乗せて端っこからくるくる巻きます。こぼれたものはまた次の肉巻きの中に入れていきます。これを繰り返していってください。今回は豚もも薄切りを 250g12 枚使用しています。なので12個作っています。最後の肉巻きの時にこぼれたキャベツ全部入れてあげましょう。こんな感じですね。出来上がりました。焼く場合は周りに片栗粉や米粉、もしくは薄力粉などまぶして焼いてあげてください。今回は蒸すので粉はまぶさずに巻き終わりを下にしてオーブンシートの上に乗っけていきます。28センチのフライパンを使用しています。これだと全部乗せることができます。余ったキャベツがあったら隙間に乗せましょう。お酒を大さじ 2.5 杯ほど全体にちゃちゃっと回しかけます。代わりにお水でも OK です。蓋をして中火にかけましょう。あ
とはこのまま蒸すだけです。ただお肉が結構密着してるので、肉と肉の間とか側面の部分がちょっと生焼けになりがちなので、途中で向きを変えます。蒸気が上がってきたら火をやや弱めてもらって、弱め中火でまず2分半ほど経ったところで一旦向きを変えます。蓋を開けてくるっと側面の赤いところもちゃんと火が通るように移動してあげてください。全部向きが変えられました。再び蓋をして残り2分半ほど、トータルで5分ほど蒸していきます。火加減はずっと弱め中火程度です。これで出来上がりです。お肉に火が通ったら完成です。熱々をぜひお楽しみください。器に盛りましょう。付け合わせはレタス、紫キャベツ、プチトマト、それからカリフラワーを添えています。フライパンに残った肉汁をたらっとかけてちょっとツヤを出しています。先ほど作ったネギダレをたっぷり添えてどうぞ。動画ではねそんなにたっぷりダプダプにかけてないんですが、結構これたっぷりかけても美味しいですよ。最後まで見てくださりありがとうございました。今日は甘いキャベツがぎっしり詰まったキャベツの肉巻きをご紹介しました。焼きで作っても美味しいですが、このあっさりした蒸し料理が体に優しくってホッとする味ですよ。ぜひお試しください。また詳しいレシピやブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。